ですかね。はい、4日目でございます。今日は一日多分もうレビューをしていくかと思います。では、今日も行きますか。はい。レッツゴー。ただいま帰ってまいりました。今日も一日長かったですね。今日はなんか眠たかったですね。8時間ぐらい寝てるのなんで今日は眠たいんやと思って、コーヒーを、もう一回の休みに飲んでましたね。はい、皆さんも他の訓練生の人たちも飲んでましたね。特にあれですね、昼ご飯食べた後は眠くなりましたね。はい、まあでもそれはさておき、前半はですね、続きやって、昨日話した通り着氷とかそういうやつとか、あとシステムですね、飛行機のシステムをさっと軽くレビューして、で午後からはあれですね、明日のテストの復習をしました。その教官曰く初めて副操縦士の時の訓練のテストと全く同じだと言ってたんで、なんとなくあんな感じねっていうのはイメージできましたね。で先生役もそうですね、自分もそのレビュー今回やって思ったんですけども、もう自分たち実際副操縦士としての経験があるので、答えやすい問題はパンパン答えれるっていう感じですね。でだからちょっと細かいところをですね、やっぱりこのねマニュアルの本当細かいそういうところをちゃんと押さえていけばいいって感じで、もう、今日はだからそれをもう一度ですね、今日やったレビューをして、明日のねテストの後にまたテストがあるんですね。今度飛行機この間も言ったと思うんですけど、自分たち飛行機4種類あるんですよ。だから4種類の全ての制限、リミテーションっていうのがあるんですけど、最大重量は、最大着力とか、飛行機のウイングの長さはとか、全体の長さとか、いろいろあるんですよ、細かい数字が。そういうのを覚えないといけないんで、それをレビューしてって感じですね。で、明日はユニフォームを着て、キャプテンの、写真を撮るみたいです。なのでみんなキャプテンのフルユニフォームでその会社に訓練に向かいますね。あとあれ、明日はグラジュエーションデーなんで、キャプテンの4本線とバッジをもらうみたいですね。そんな感じかな。明日はその午後のテストが終わったら EET って言って Extended Envelope Training かな、そのフルストールとかですね、飛行機を失速させたりとか、そういうのをシミュレーターでやります。それをやらないといけないので、それをカバーするみたいです。なんで今日も寝るまで復習をしていきたいと思いますね。でも復習する様子とかあんま上げてもなっていうのもあるんですけど、筋トレ全然いけてないなっていうのはめっちゃあるんですよ。筋トレ1週間してないのはやばい。そうやな、ちょっと筋トレでも行くか。筋トレでも行きますか。はい。じゃあてかですね、入れてるな。プロテイン買ったんですけど、マイプロテインをちゃんとね味を見てなくて、間違ってマシュマロ味なんか買ってもらったんですよ。何してんねんって思いましたよね。ちょっと初めて飲むんですけど、マシュマロ味試してみたいと思います。甘すぎる。アメリカのすごいなんか甘いケーキ食べてる感じですわ。今から30分ぐらい筋トレしようと思います。ただいま帰ってきました。ほんとクイックですね。本当に20分ぐらいしかやってないんですけども、ずっともうこうやって座ってることが多いんで、1日ちょっと運動した方がいいかなと。てかもう最近外食しかしてない。一応ご飯持ってきたんですけど、作るのがちょっとめんどくさいっていうのもありまして、食材を頼んで自分でこれ作る。絶対そっちの方が安いんですよ。間違いない。それはさておき、今日はパタゴライスやったっけ、何やったっけ、ガパオライスですね。はい、今回はガパオライスにしました。実は昨日は何したかというと、韓国料理でプルコギにしました。昨日も取ればよかったんだけどな。はい。でも昨日結局全部ご飯食べれなくて、今日の昼ご飯にしましたね。で、今日は、ガパオライスということでいきたいと思います。うわもうパンパンに詰められてるこれ。わお、うまそう。見事にスープ。
油がすごいですね。てか結構多いですね。パプリカ、もう野菜がいっぱい入ってますね。まあなぜかというと野菜が全然食べてないんで、ちょっと野菜取らなあかんわと思って、これを買いましたね。ブロッコリー、パプリカ、玉ねぎ、ピーマンいっぱい入ってます。これでご飯食べながら、YouTube はいつも見てるんですけど、今日は、YouTube 見ずにこの時間も大切に明日のレビューをしながらご飯食べたいと思いますね。簡単なやつ、本当簡単なやつ。例えばこういう今日レビューであったんですけど、What is set in COM1 for radio task って言われて書いてあるんですけど、要するに COM1、そのコミュニケーションする機会があるんですけど、それがいくつかついてるんですよ。例えばその一つが壊れても別のもので話せるんですね。COM2 でナンバー2みたいな。で飛行機によっては COM3 って3つ目ついてたりするんですよ。で、じゃあ COM1 は何に使うんですかって、これパイロットの人だったらみんなもう分かると思うんですけど、COM1 ってもう一番大事なものを使うじゃないですか。例えばやったら COM1 は例えば一番初めは地上の管制官につなぐね、地上グラウンドが一番あって、そのスタンバイにタワーの周波数を入れておく。そうすればタワーに切り替えてって言われた時にすぐタワーに切り替えれるように。で、COM2 何入れるんですかって言ったら、例えば気象を聞くために入れたりとか、みんな普通にパイロットとして飛んでるの分かるような質問が何個かこういうのがあるので、そういうものですね。はい。まずはスープかな。てかスープというかもう油、これ絶対良くない。ちゃうで。まずいからちゃうで。辛っ。スパイスが喉に入りましたね。いやー、うまいわ。ガパオライス。うまい。このすっぱりうまい。本当に。でも体に悪いのは分かってる。もう油しか浮いてないもん。結構量は入ってるんですけど、17ドル。日本のウーバーイーツもそうやと思うんですけど、高いんですよ。17ドルにいろいろ手数料excuse me OK だからサービスフィーとかいろいろ手数料かかって、しかも輸送料、あとチップも含まれるんですよ。これで23、4でしたね。でも自分はドアダッシュのサブスクリプションみたいな一瞬に入ったんですよ。一瞬入ったっていうのも入ったら輸送料タダでしますよみたいな書いてたんで、それで23です。でも入ってなかったら27とか30近くしたと思うんですよね。だって前回の一番初めのタイ料理も1日目のやつ、2日目か、あれですら30何ドルするので、これで多分何ぼ24円から3000何ぼするっていうことですよね。うまい。このバジルの葉っぱが入ってるんですけど、これがまたね、味を引き立てるっていうか、美味しさが増すんですよね。スープはね、あっさりしてるように見えると思うんですけど、全然じゃないです。しっかり味濃いです。なんならこのスープと米だけで食べれますね。昨日の韓国料理は20ドル。韓国料理高かったです。ここ30近くしましたね。それも。でもこれ結構ボリュームあるわ。これ2食分ぐらいある、正直。で、米もこれ2食分ぐらいある。アメリカ人用になってるのかわかんないですけど、こうやってもう結構喋ってますけど、基本はもうこう食べながらこっち見て、もうレビューを一つでも多くして、早く終わらせるようにしますね。で、早く終わったらもう次やらなあかんことをやっとくみたいな感じにしてます。とりあえず食べていい？ちょっと動画ももう6分回ってるんで、とりあえず食べますね。はい、また後で。ごちそうさまでした。ただいま美味しくいただきました。結構まだ残ってるんで、明日の昼ご飯になりますね。初めの2日間とか昼ご飯とか持って行ってなかったんで、もうそのトレーニング施設内にある冷凍ブリトーとかあったんで、それを食べてました。とりあえず今からお風呂入って寝たいと思います。ではまた皆さん明日おやすみなさい。おはようございます。現在は朝のもう7時ですね。で、7時半のシャトルなので、もうそろそろ行かないといけないんですけども、今日はテストの日でございます。今日はですね、あと写真を撮るので、貴重用の写真を撮るので、皆さんユニフォームで来いとのことでアイロンをしていきたいと思います。あとですね、リミテーションですね、制限のところをもうちょっと復習したいっていう気持ちがあるんですよね。本当やっぱ数字が多いと混乱するんですよ。混乱がるやっぱ日本語わからん。混乱がるちゃうな。でも混乱がるやったっけ？そんな日本語やったっけ？ちょっともう忘れたんですけど、独り言でずっとブツブツ言いながらやらないと
翼が69 feet 8 inch やろ。縦が87 feet 10 inch and 20 feet 8 inch。多分合ってるはず。はい。重さは大丈夫なんですよ。これ自分が今ちょっとね、覚えるの苦戦してるのが、その飛行機の長さとかです。高さとか、横幅とか、そういうのですね。シャツってね、白シャツってなんでこの徐々にやっぱ傷んできますよね。漂白してもやっぱなんか、買った時の美しさはないですよね。まあそれはそうやと思うんですけど、そういうシャツがあったらええなとは思いつつも。OK。多分いいと思います。あとはもうこれをね、切って、あれの下でなんで熱い。いけない。で、今日、その、グラジュエーションってして、でその時にこの、キャプテン用のバッジと肩がもらうっていう。あれで。OK です。ではね、準備が整いました。では朝ごはん食べて、本日も頑張っていきたいと思います。今日は2回テストあって夜にシミュレーターって感じですね。では行ってきます。はいどうもお疲れ様です。長かったですね。今日はちょっと早く終わりましてですね、3時ぐらいに終わりましたね。気づいてる方いると思うんですけども、はい、ちょっと4本線になっちゃいました。これちょっと順を追って説明させてもらいますね。なんでもうつけてんねんっていう話なんですけども、今日朝一発目はですね、その今回のグランドバリデーション、座学のテストだったんですけども、100問あって、2時間ですね、それでみんなパスしまして、自分はですね、2問間違えましたね。はい。で、その後に、何ですかね、グラジュエーションセレモニーって言って、もう、おめでとうみたいな感じで、みんなこう、一つずつ、なんかこう、パスしましたっていう証明書っていうんですか、なんか、表彰っていうんですか、表彰と、この肩と、で、キャプテンのこのバッジと、全員もらうんですけど、やっぱその渡し方がですね、アメリカっぽいなって思いましたね。何したかというと、こんな感じなんですけど、トップガンの音楽をガンガン鳴らしても、一人ずつ名前が呼ばれて、コングラチュエーションってやって、その表彰とこれらを渡されるみたいな感じでした。前から名前を順に呼んでって、その場でこれ変えてですね、でそのまま写真を撮りに行くという流れでしたね。で写真撮った時ね、写りがなんていうんですかね、笑顔で撮ったんですけど、2つの照明で顔が照らされてたんで、顔の油で顔がテカってましたね。で、そんな感じで写真を撮って、で教室戻って、でなんかいろいろこれからの予定を話して、で昼ご飯だったですね。で昼ご飯終わったら今度は、ちっちゃいテストじゃないですけども、25問ぐらいで20分以内のテストがありました。はい。それもみんなパスしまして、で残りの、残りはですね、この別の種類の機体のところを復習したって感じです。はい。なのでまだ訓練は全然終わってないんですけども、とりあえず渡されたって感じですね。もう完全にね、フェールするっていう人は、いないことはないと思うんですけど、たとえテストが落ちても、はい、君すぐ、何ですか、君すぐ解雇というにはならないんです。テストの失敗しても、ちゃんとエクストラのレッスンとか、もしくはそれでもダメだったら、スペシャルトラッキングって言って、さらに追加の訓練をある一定期間の間に受けに行かないといけないんですよね。スペシャルのトラッキングっていうことで、そんな感じでして、いろんな、それでもダメだったら会社がちょっといろいろ考え始めるみたいです。あと3、4回テストがありますね。プシージャートレーニングして、マニューバートレーニングして、ロフトして、最後のチェックライドですね。でその最後のチェックライドがシミュレーターでやって、そのチェックライドが終われば、あとは実機で。シミュレーターでチェックライドはライセンス上には、機長としてってなるんですよ。でも自分たちの会社で飛ぶには、実機での訓練、実際の飛行機で、お客さんのスタジオで訓練するというような形ですね。はい。で、今からあともう40分後なんですけども、このシミュレーターがすぐ近くにあるんですけども、そこで今日、シミュレーターがあります。でもうクラスの半分の人は終わったんですけど、残りの半分の人が、その今日シミュレーターしに行くんですけども、今日でやる内容がまた言ったと思いますが、飛行機の失速とかそういうものをやるんですね。高いところで失速した時どうするかとか、注意点とか、飛行機を元に戻す、水平に戻す訓練をしていくって感じですね。これは着る必要はないので、これを着替えて訓練の方に向かいたいと思います。ただいま訓練から戻ってきたんですけども、一瞬でしたね。
30分くらいみんなでブリーフィングして、そこから順番に3人ずつぐらいシミュレーターに入って、本当に数回、そのゼロフラップランディングって言って、フラップが出ない状態ですね。出ない状態で着陸するっていうのをやって、上空でストール、フルストールなんで、飛行機がストールするまでやったって感じです。ストールはもっと練習したかったですね。初めて左でマニューバーしたんですけども、やっぱ全然、いつもと手が逆になるんですよ。今までは右手で操縦桿持って、左手でこのスラストレバー調節してたんですけども、それ逆になって、なんていうんですかね、ちょっと違和感があったんですけども、着陸うまくいったんで、そのインストラクターの言ったテクニックを守ったらめっちゃ綺麗にうまくいって、ほんまやと思って。はい。で、今ちょっと急いでるのはですね、今服着替えたんですけども、バスの中でちょっと飲みに行かねみたいな感じでみんなになったんで、でもすでに何人かダウンタウン、サルトレイクシティのダウンタウンで飲んでるんで、自分たちもそこに合流するということになりました。ということで、今からちょっと飲みに行きたいと思います。おはようございます。昨日はですね、飲みに行ったんですけども、そこで新入生の新しい訓練生の人たちもいまして、みんな盛り上がってましたね。なんか21歳になった方もいまして、アメリカは21歳になると、盛大に祝うんですけども、なぜかというとお酒は飲めるので、なので皆さんその21歳になった方にショットをですね21杯分おごっていました。自分はですね、大体2杯ぐらいですかね、2杯飲んで、隅の方でクラスメートの人たちとしっぽり飲みながら、楽しんでました。で、今日が、座学最終日でございます。で、今日は朝から夕方の3、4時ぐらいまでですね、リーダーシップについて学びます。リーダーシップとか、フォワーシップとか、どのようにしてですね、チームを率いていくかみたいな、そういうのを学んでいきます。今日でやっと座学終わるので、頑張っていきたいと思います。では、レッツゴー。はい、ただいま帰ってきました。長かったんですけども、無事に座学が終わりました。はい、今日朝からですね、そのリーダーシップとかやってったんですけども、たくさん学ぶことがありましたね。実際どんな感じだったかというと、そうですね、例えば大港空港に行かないといけないですとか、何かが壊れました、じゃあどういうふうにアナウンスしますかみたいな、何かコックピット起きたことを、その CA に話す必要があるのかとか、パッセンジャーに話す必要があるのかと、例えば話すとしてもどのように説明すればいいのか、自分たちの知ってるワードとか単語とかでも、言ってもね、理解できなければ意味ないので、みんなが分かるような内容であまりにも複雑すぎず、本当にシンプルに言う必要があるんですよね。それをそうですね、どのように説明するかっていうのをいろいろありましたね。はい。あとキャプテンとしてどのようにリーダーシップスキルを使うべきかとか、例えばディレクティングとかコーチングとかいろいろあるんですよね。その状況に応じて、もしくはその人のレベルに応じて、そのキャプテンが全部こうしろと言うんではなくて、やっぱね、できてくる人によるといろいろねやらせてあげたりとか、もしくはもう完全全部任せるとか、そういうのが、場面状況、その相手にもよると思うんですけども、変わってきます。例えば副操縦士だけじゃなくて、これをグラウンドスタッフの人にもいろいろ当てはまるので、そういうことをやったりとかで、昼ご飯にランチ、これなんですけども、中写真撮るのを忘れました。で、ランチみんなで食べて、で昼から続きやってって感じですかね。なので皆さん無事に終わりました。はい。長かったようで短かったんですね。6日間連続かな？そうです。月曜日から土曜日までもう6日間連続であったんですけども、案外早かったように感じますね。こう考えると。はい。これで座学は終わりとなります。で、次からがプロシジャートレーニングといって、メイトリックスっていう機械で使って手順を確認したと思うんですけども、2日目と3日目に。それよりかもうちょっと ASIM って言ったんかな。もうちょっと ASIM で、実際に A 点から B 点まで手順も確認しながら流れを全部確認していくっていう感じになりますね。で、そこでいろいろ問題が起きてとか、実際の感じのように流れでやっていくかと思います。はい。皆さん、動画は以上となります。動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でまた会いましょう。See ya!